こんにちは。今回はですね、科学研究をもうね、根本からガラッと変えちゃうかもしれない、そんな超パワフルなツール、MD トラージについて、その革新にぐぐっと迫っていきたいと思います。いや、ちょっと考えてみてほしいんですけど、何百万年っていう長さの映画から、たった1秒の本当に大事な瞬間を見つけるって、どうやります？途方もない話に聞こえますよね。でも、実はこれって、分子科学の世界で研究者の方たちがもう毎日向き合っている、とてつもなく巨大なデータの壁そのものなんですよ。というわけでまずはその分子シミュレーションっていう世界にちょっと一緒に飛び込んでみて、科学者の皆さんが直面している課題が一体どれだけ大きいものなのか見ていきましょうか。これまでの方法だと、分子の姿って、言ってみれば静止画、つまり写真みたいなものでしか見れなかったんですよね。でも、この MD シミュレーションっていうのは、その分子が実際にどうやって動いて、どう機能するのか、その生命の躍動みたいなものを捉えた、まさに動画そのものを見せてくれる、そういう技術なんです。で、ここからが問題なんです。この動画、ものすごい量のデータを生み出すんですよ。まさにデータの大洪水。だから科学者たちは文字通りこの情報の波に飲み込まれちゃってる状態で、もしかしたら新しい薬とか治療法につながるかもしれない、たった一瞬の本当に大事な動きを見つけ出すことがめちゃくちゃ難しくなっちゃってるんです。シャーですよ。もしこの膨大な分子の動画の中から超高速でしかも賢く大事なシーンだけをパッと見つけてくれる、そんなまるで魔法みたいな検索エンジンがあったとしたらどうでしょう。そこで満を持して登場するのがこの MD トラジュってわけです。で、まず何がすごいかって、その懐の深さ。どんな種類のシミュレーションデータであっても、もうどんとこいって感じで全部受け入れてくれるんですよ。そして次、これこそが MD トラジの真骨頂なんですけど、そのパフォーマンスが半端じゃない。つまり、人間が考えるよりも速い圧倒的な解析スピード。これがすごい。しかもですね、これだけのパワーが信じられないくらい簡単なほんの数行のコードで使えるようになるんです。これってつまり専門家だけじゃなくて、もっともっと多くの研究者がこの強力な武器を手にできるようになったっていうことなんですよね。じゃあ、そのとんでもないパワーは一体どこから来てるんでしょうか。ちょっとだけその心臓部、中身を覗いてみることにしましょう。この中身の構成が実によくできてるんですよ。ユーザーが触る部分はみんなが使いやすい Python でとっても親切に作られてるんです。でも、その裏側、水面下では C 言語とか C++ みたいな、もうバリバリの高速言語たちがエンジンを全開で回してる。つまり、最高の使いやすさと速さ、この2つを両立させちゃってるってわけなんです。例えば、この RMSD っていうのは、分子の形がどれくらい変わったかを見るためのすっごく大事な指標なんですけど、この計算速度が4倍になるってことは、単純に研究者が結果を待つ時間が4分の1になるってことですよね。これ、研究の進み方が根底から変わる、まさにゲームチェンジャーですよ。要するに、あなたがどのシミュレーションソフトを使ってても、MD トラジは、それね、大丈夫だよって感じで全部読み込めるんです。これのおかげで、研究者の人たちはもうツールの違いなんていう細かい壁を気にしなくてよくなった。純粋に科学そのものに集中できるようになったってことなんですよね。はい、ここまでで MD トレジがどれだけすごいツールかっていうのはもう十分分かっていただけたかと思います。じゃあ実際にどうやってあのとんでもない量のデータから科学的な発見につなげていくのか、その流れを見ていきましょう。MD トラジを使うプロセスってびっくりするくらいシンプルなんですよ。たったこの4ステップだけ。インストールして読み込んで解析して可視化する。これなら自分にもできそうって思いませんか？ほら、実際のコードがこれですけど、見てください。インストールはこのコマンドたった1行。で、次のたった2行のコードで何ギガバイトもあるような巨大なデータファイルもまるでメモ帳を開くみたいにあっという間に読み込み完了です。すごくないですか？そして解析。これも信じられます？この魔法みたいな一行で終わりです。さっき話した複雑で普通ならめちゃくちゃ時間のかかる計算がたったこれだけで実行されちゃうんですよ。いや、驚きですよね。
で、たった1行のコードが何を見せてくれるかっていうと、このグラフなんです。これこそが発見の瞬間。シミュレーションを始めてから、タンパク質の形がどう変わっていって、どのタイミングで安定したのか、その全プロセス、いわば物語が、これを見れば一発でわかるんです。でも、MD トラジの本当の凄さは、肌きれいなグラフを作るとか、そういう話で終わらないんです。実は、現代医療のまさに最先端、AI を使った創薬、つまり、新しい薬作りの世界へとつながる、ものすごく有用な橋渡しの役割を担ってるんですよ。もちろん他にも強力なツールはあります。でもこの MD トラッジっていうのは圧倒的なスピード、そして究極の使いやすさ、そして AI との相性の良さ。この3つの点でもう完璧なバランス。まさにスイートスポットをついてるんですよね。で、ここが本当に大事なポイントです。MD トラジは複雑回帰な分子の動きっていう、いわば難解な専門用語だらけの言語を AI が理解できる誰にでもわかる共通言語、つまり難配配列っていう形に自動で翻訳してくれるんです。最高の通訳者みたいなもんですね。だからこそ AI は薬の効果を予測するとか、そういう本当に難しい仕事に集中できるわけです。さて、ここまでいろいろ話してきましたが、これらすべてが僕たちの未来にとって一体どういう意味を持つんでしょうか。MD トラジが起こしたことっていうのは単なるツールの進化じゃないんです。これは科学の見方そのものを変えた革命なんです。これまでは分子の止まった構造を診断するのが精一杯だったのが、これからは生命の本質である動きそのものを診断できる時代になった。まさにパラダイムシフトってやつですね。要するに MD トラジは新しい発見にたどり着くまでの時間っていう科学者にとって一番の壁をぶち壊してくれたんです。科学の進歩そのもののスピードを一気に加速させている、そういうことなんです。考えてみてください。分子の複雑な動きを誰もが瞬時に手に取るように理解できるようになった未来。その時、僕たちは一体どんな不可能を可能にしているんでしょうか。どんな病気を次に治しているんでしょうか。MD トラジはもうその未来への扉を開けてくれたのかもしれませんね。